ちょっとチャイナタウンの方まで来て、この有名な寺を見に来ました。なんでもブッダの歯がここにあるそうです。仏師寺ですね、いわゆる。ここの名前はなんか仏画寺っていうみたいですけど、まあ英語だとでもブッダトゥルース・オブ・ティース・テンプルみたいなの書いてあったんで、まあ、いわゆる仏師寺、ブッダのなんか骨とか歯とかインド中、あるいはアジア中にお寺さん、お坊さんが持ってったと思うんですけど、ここもその一つですね。あれでもこれどうやって入るの？すごいな。シンガポールもっと古いお寺もいっぱいあるみたいなんですけど、ここは比較的新しくて、まだ数十年しか経ってないみたいですね。2、30年ぐらいしか。そういう新しいものだそうです。すごいね。地下駐車場がありますね。近代的な寺ですね。チャイナタウンコンプレックスとか。ここが入り口か。そうですね。チャイナタウンの中にある感じですね。ああ、立派だ。お大師様みたいですね。やっぱ煙に当てるとなんかいいことあるんでしょう。日本の寺より中国っぽいですね、やっぱりね。あれはでもサンスクリット語だな。うわ、これずっと続くんだ。すごいな。何十種類ブティサトゥーガ、よくわかんないですけど、サウザンドアーム、ああ、千手観音ってこと。なるほど。あ、これずっとなんですね。すごいですね。しかもなんか仏様全然違うもの持ってたり格好してたり、いや、金色だし立派ですね。なんか豪華だな。いや、更新な。あ、これってな。ああ、寺だから閉まるのが早いですね。なんかこの上もちょっとあって見ることができるみたいですけど、閉まっちゃいました。あ、寺がどんどん閉まっていく。なるほど。こればよかったな。仕事してないで。まあそういうわけにいかないですよね。まあそう仕事の合間に観光してるわけですからね。ワーケーションですからね。なんか外国の都市に来ると宗教施設に来るの僕好きなんですよね。まあ、寺院とかもそうだし、やっぱりモスクもそうですけど、なんかすごいエキゾチックでいいですよね。なんか面白い建物が多いですね、シンガポールは。あそこの高層なのにツタ生やしてたりとか、あそこもなんか面白いマンションですね。と思ったらこっち側はもう完全金融街みたいな
オフィスビルですね。面白いな。ですね、こっち側に、あっち側かな、さっきですね、グラブで来たんですけど、グラブの運転手さんが、あれか、あそこのハイナンチーフのチキンライスはもう絶品だから、ぜひ食べてくれって言われまして、そうなんだ。チキンライス大好きだから、食べてみたいんですよね。ってことで、ちょっと行ってみようと思います。マックスウェルフードセンター。ここに一つマックスウェルハイナンチキンライス。なんか2つあるらしいんですよね。もう1つはどれだろう。あ、これか。ティアンティアンハイナンチキンライス。でもメニューは書いてない。あ、こっちか。なるほど、この2つですかね。でもあっちにも店はあるな。ソマセットってチャーハン屋さんですかね。ホテルチェーンに似てますね、名前が。いいな。もしかしてこっちにもあるのかな。あるわ。そこそこ広いですね、ここは。なるほど。こういうダック好きなんですよね。美味しそうだな。でも確かにハイナンチーフの店はグラブの運転手さんが言ってた通り2つしかなさそうだな。2つあって2つともうまいって言ってたんですけどね。あれっていうところからここにもあった。3つ目がありました。あ、そっか、これはチキンライスもあるだけでチキンライス屋さんじゃないよ。あれでもこれはチキンライス屋さんだよ。まあ3つあるってことですね。さっきこっちで見たやつの方がなんとなく美味しそうだな。こっちにしよう。ハイナンチキンライス。これにしたいと思います。つっても人はいないな。OK。しばらくしたら人が来るよってことでしょうか。こんな感じですね。本場のハイナンチーフチキンライス。シンガポールドルで5ドルだから今だと500円ですね。大体でも80円くらいですけどね、シンガポールドルって。だから本当は400円ぐらいなんでしょうか。でも美味しそうなんでちょっといただいてみます。
外とチキンライスが日本よりも太いというか、切り方がちょっと太いですね。いただきます。うまいけどこれ辛い。チリの辛さがちょっと日本の比じゃないですね。辛い。あ、これ美味しい。炊き込みご飯の味だ。めちゃくちゃ美味しい。日本のよりも炊き込まれてるなんか味が濃いですね。炊き込みのなんか量が多いのかなんかわかんないですけど、出汁がすごいです。チキンの出汁が。これは美味しいや。海外でご飯食べてこんな美味しいって、ご飯って米食べてこんな美味しいと思ったらないかもしれないですね。美味しいな。これは美味しい。まさか米がこんな美味しいと感じるなんて思わなかったですね。意外だな。本当炊き込みご飯美味しいです。これ鶏肉の出汁がすごい出てる。はっきり言ってこのチキンのスープと同じような味ですね。似たような味付けなんですけど、ちょっと若干パクチーの香りがしますね。それはそれで美味しいですけど。中華街ってうちまで来ちゃいました。考えてみればやっぱ中国人ってすごいですね。こういう駅があるのもすごいですけど、考えてみれば日本も横浜元町中華街ってありますもんね、駅が。でもさっきから見てると意外と働いてる店員さんはインド系の人も結構いるなっていう感じです。中華系の方が働いててもおかしくないですけど、やっぱりインド系の方はいろんな職を探してこういうところにもいっぱいいるっていう感じなんですかね。店員さんは割とインド系の方が男も女も多いですね。すごいね。これある意味幸せなとこなんでしょうね。だらしないけど笑顔ですもんね。こっちに子供がいて遊んでるから幸せなのかな。結構チャイナタウンが広くてですね、やっぱ中華系がものすごい多い国だからそれはそうなのかもしれないですけど、結構街の一角どころか一地域がそのままチャイナタウンって感じです。ちょっと歩いて全部行くのは厳しいかなってぐらい広くて、こっちの通りの向こうも当然のように中国の人口と漢字が並んでますけれども、本当に広いですね。やっぱそれだけ当たり前なんですけど、シンガポールってのは中華系なんだなっていうのはすごい感じることができるエリアです、このチャイナタウン。でもストリートの名前はあそこに書いてあるとか、スミスストリートとかなんですよね。なんかそこがちょっとアンバランスで面白いですけど。
ごいですね。シンガポールは法律のしっかりした国だと思ってたんですけど、コナン君がいますね、こんなところに。なんか食べて美味しそうみたいな。本当に永遠と続きますね、こちらまた。広いなぁ。横浜中華街も結構世界的に言えばでかいチャイナタウン。確か世界で1番か2番ぐらいでかいんじゃなかったかなと思うんですけど、こっちの方がでかい気がしますね。非常に、まあ暑いからかな、よりそう思うのかもしれないですけど、非常に広いです。すごいですね。ここにもなんかこんな絵が描いてあります。全部テイストが一緒なんで描いてる人同じなんですかね。みんな似せてんのかな。なんか同じっぽいですね。かなり似てる。なんかアーティストなのかアーティストの集団なんかが復活して任されて描いたんですかね。でもこっちは全然違うな。いきなり印象派みたいな絵になっちゃった。いやもうこれは視点24時。でも本当は思うんですけど、シンガポール、東南アジアで一番と言っていいほど街中にアートがある気がしますね。すごいな。そんなこと言ってたら、あれはベルギー。あ、ティンテンショップか。ベルギーだ。すごい、上海、香港って書いてあるカバン。人気なのかな。シンガポール人気なのかもしれないですね。いや、めっちゃ修復中みたいで残念ですけど、たまたま通りかかったらチャイナタウンくっついてる。てかチャイナタウンの中にある状態ですけど、スリアリアマン寺院、ヒンドゥー教の寺らしいんですけど、そう書いてありますけど、シンガポールで一番最初のヒンズー教の寺院だそうです。1827年に建ったと。だからここに来た1819年にラッフルズ、だからイギリス人に同行してきたインド人が建てたってことですかね。ティミティやるんだ。熱い炭火の上を裸足で歩く。なんかバラエティの罰ゲームみたいな。入れるのかな。よいしょ。日本人のくせで一礼して入っちゃいましたけど、これはどうなってるのかな。日本と似てるんですけど、インドの寺院ってヒンドゥー教も他の教派というか宗教も結構裸足で宗教施設入るんですよね。クリシュナとかもそうですしね。結構絵がいっぱい。なんかこのちょっと
簡素な感じが、なんだろう、無印トマト。ちょっとこの簡素な感じが本物っぽくていいですね。本当に古い寺院なんだろうなと。ただなんていう、なんか、これ出張でよく行かせてもらったら、ちょっと北インドの方とはなんかちょっと、まあデリーってことですけど、なんかちょっと違う感じがするんだ。なんか華やかですね。これラッフルズと一緒に来た人が北インドじゃなくて南インドとか、もうちょっと違う場所から来た人なんですかね。ちょっとヒンデュー教は僕よくわからないんですけど、牛が狛犬みたいにしていますね。あ、すごい。あ、こりゃすごいわ。本当にすごい。はい。節句みたいな人たちがやっぱいるんですね、ちゃんと。ああ、これちょっと修復が終わったら見たいな。これ全部ちゃんと色とか塗るんでしょうね、後で。これはなんか立派ですね。面白かった。これ何なんだろう。なんか意味あるんでしょうね、こういうのは。あ、これがティミティのやつかな。これまで歩くんだ。ちょっときついっすね。長そう。いや、面白かったです、意外と。こんなマップがありましたね、チャイナタウンの。通りで広いわけだと。こんな広いんですね。さっき僕が行った寺院があそこかな。そう、スルマリナマン寺院とかなんかここら辺ですね。いや、広い。まあ、それはさておき、この、まあ、中心にある、これですね、チャイナタウンコンプレックスに入ってみたいと思います。やっぱこういう光景見るとちょっと東南アジアですね。今夕方の何時かな、6時ちょっと前なんですけど、やっぱなんか東南アジアの夕方ってこうやって外でみんなだらーっとして喋ってるっていう、そういう印象がめちゃくちゃ強いですね。1階はなんかこういう市場みたいですね。2階がフードマーケットって書いてあったから、1階は全部こういう感じのお店だらけなんでしょうね。こういうなんかモールに来るとよく思うんですけど、アジアのすっごい同じような店が連続して違う人が経営して連なってますよね。これはなんか僕外国人だから同じように見えて、なんかいっぱい同じのがあると思ってるのか、本当に同じような店が並びまくってんのか、どっちなんですかね。ああいうなんかお守り系のやつとかめちゃくちゃいっぱいあるし、なんかチャイナドレスとか T シャツの店もいっぱいあるし、こんなに同じのがいっぱいあって売れるのかな。いや、そんなこと言ったら築地、まあ築地屋もないですけど、豊洲とか行くと魚屋がずっと並んでるだろうって言われるかもしれないですけど、違う魚売ってるからなーとか思うんですよね。こっちも違う服とか売ってんのかな。なんかすごい似たようなものばっかりが並んでるように見えるんですけど、なんかでも結構閉まっちゃってますね、こっち側は。5時ぐらいに終わっちゃうのかな。
3階以上は駐車場ですね。なるほど。ここも本館になってるんですね。でもなんか結構閉まってる店が多いですね。なんでだろう、なんか東南アジアって大体夜遅くまでお店って開いてるイメージが、特にこういう屋台系はそういうイメージが多いんですけど、なんか全然そんなことないですね、ここは。早く閉まっちゃって。でもシンガポールって結構家でご飯食べない文化だから、仕事終わりとかに食べる需要がめちゃくちゃあると思うんですけど、こんな早く閉めちゃっていいのかな。なんかもったいない気がしますけどね、ビジネス的には。たい焼きだ。たい焼き。これジャパニーズ弁当ですね。うどんって書いてある。うどんっていうかお膳って感じですけど、まあいいね。なんだこれすごい並んでるね。何が有名なんでしょう。2018ミシュラン？本当に？信号元年小籠包か。しかもビブグルマンじゃないんだ。安くて多少汚くてもっていうのはあるんです。ビブグルマンあると思うんですけど、ここ違うんですね。2018と19年ミシュランを取ったビブグルマンの小籠包か。ちょっと並んでみようと思います。牛側のところですけど、なんか綺麗どころが集まってますね。撮影でもしてるのかな。それにしてもこれ見ました。チョンゴラーメンっていう2018年2019年にミシュランを取ったお店の小籠包だそうです。これで1皿だと思ったら、1人前だと思ったら、これ1つで2皿みたいで、2人前頼んだら4枚に来てましたね。それに加えてサンラータンスープっていう感じでちょっと頼んでみました。高くて食いづらい。こうやって目の前でやっぱりこれで作ってくれてたんで、ちょっと待つのが難点でした。だからあんなに行列になってたんですね。ポン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 作れないから、やっぱ蒸さなきゃいけない時間が長くてって感じでしたけど、いやーでもうまく意外とちょっと薄めの小籠包だ。油が控えめですね。脂身をあんま使ってないね。なるほど。これは意外な
外な小籠包ですね。サンラータンはちょっと辛みが効いてますね。チリっぽいな、ちょっと。やっぱ東南アジアに来たって感じがしますね。パクチーの入ったサンラータン。辛さがちょっと結構強いです。いやでもこれ美味しい。やっぱ台湾とかでいろんな小籠包屋さん行きましたけど、やっぱ小籠包って包む中に肉を入れてって蒸すから、結構どうでもいい部類も入れてたりしますよ。だからそれはある意味脂身とか結構入れちゃってやってると思うんですけど、その脂身が蒸されてすごい美味しかったりするし、その脂身から出た油のスープが美味しかったりすると思うんですけど、これはね、意外と脂身の多い部位を使ってないです。ちょっとチンタオスープじゃないですけど、澄んだ感じの、スープがやっぱり通常の小籠包って油がすごい浮くんですけど、全然浮かないな。ちょっと見えづらいですね、さすがに。結構さっぱりする。これはちょっと確かにいい小籠包ですね。こんななんかスツールで食べられるとか屋台で食べられる感じじゃない。ちょっと材料の費用が多少高そうです。でもミシュランもこういうショッピングモールのお店に、しかもあんな小さい屋台みたいなところに星を出すって結構勇気がいりますよね。いや、これ美味しいな、確かに。美味しいけど4枚は入れすぎですね。4枚って20個これ食うの。今夕方6時半ぐらいです。朝ちょこっと打ち合わせとか仕事して、昼時おやつ時ぐらいに帰ってちょっと仕事して、の割にはいろいろ意外と観光できたなって感じですね。やっぱワーケーションいいですね。てかやっぱリモートワークっていいな。自由があるからこういうこともできちゃいますね、たまには。でもちょっと帰ったら少し仕事して、で明日はミーティングのために来たんで、僕は明日明後日はちょっとちゃんとオフィスの方に行って、ミーティング出ようかなと思ってます。だからワーケーションじゃなくてちゃんとオフィスで行きます。いやでもちょっと早く来てよかった。楽しかったです。美味しかった。これも全部食べますけど。というわけですいません。じゃあ一旦失礼します。